おしゃれな車いつかいじってみたいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。前回プロテクションフィルム PPF の開封を行いました。そしてこの週末しっかり勉強させていただきました。やはりカーラッピングで使うものとこのペイントプロテクションフィルム PPF 違うものだということが分かりました。主に参考にさせていただいたのは K チャンネルさんの動画、ありがとうございます。とても分かりやすかったです。シンプルな形のヘッドライトであればフィルムを貼り付けてその後に周りをカットするよりも事前に型紙を取ってプリカットをして貼り付けた方が失敗が少ないということが分かりましたので、この X5 のヘッドライトこういう凹凸もありますし、上から見ると45度近くこのように曲がっているので、シンプルなブルーに入るのかはねわからないですけども、プリカットで型紙をまず取っていきたいと思います。ちょっとその型を取るのも K チャンネルさんはささっとね手際よく取られていましたが、僕はちょっと手こずったのでそれでね動画1本にしたいと思いますのでお付き合いください。まずはこのようにしてマスキングテープを乗せていきます。そしてカットをする部分を少なくするために上下はなるべくヘッドライトに沿ったところにマスキングテープを置いて左右の分だけ切り落とせるようなそんな形に貼っていきます。プリカットをするメリットとしては分厚い PPF を車両の上で切る必要がないということ、そして PPF は熱で伸びにくいので余白を作った場合周りに巻き込むのが大変になるんですが、プリカットの場合は巻き込む余白を作らず表面に乗せる分だけをカットすることができます。ただ表面よりも少し大きくやってしまうとその間にね泥とか入ってしまいやすいので若干小さめに型を取るのがコツだそうです。マスキングテープがヘッドライトからはみ出ている部分を輪郭をね手で押し込んでその内側 1mm くらいのところをなぞっています。そして角の部分はなるべく丸くした方が仕上がりが良い、長持ちをするということだったので努めてそのようにしていますが、この部分結構難しかったです。元のレンズの形状がね結構鋭角な感じなので大きくなだらかなラインにするようにしました。切らなくていいようにマスキングを置いた部分もヘッドライトから 1mm ぐらい内側に寄るような感じにしました。剥がしていくときは最初に貼ったところから剥がせば全部がついてきます。今日の動画では片方のヘッドライトだけ型を取ってそして切り抜いて終わりにしようかなと思います。この型ひっくり返せば反対側と全く同じになるんですが、実際にこれで切り抜いた形で施工してみてここが大きいここが小さいというところが出てくると思いますので、それをもとに次に反対側をプリカットするときにはそれを参考にして対応していきたいと思います。はい、無事取れました。それでは自宅に戻ってカットしていきたいと思います。こちらが先日届きました 3M のペイントプロテクションフィルム。インチ表示で縦12インチ、横が60インチです。今半分に折っているので30インチですね。はい、ちょうど直帰紙の大きさで来たようです。それでは型紙を取りましたのでこの大きさにカットしていきます。ただここでね問題がありまして、マスキングテープで取りましたこの型紙3次元に湾曲しているので、この平らな PPF に写し取ろうとした時に真ん中にねシワができてしまう、当然なんですけども、そこがプリカットの難しい点なのかなと思います。そしてこちらマスキングテープが途中で剥がれてしまって元の位置がわからなくなるという、
そういうミスをしました。これ難しいですよね。そのままの位置でマスキングテープ同士が剥がれないようにもう慎重に扱う必要があります。そしてなるべくシワにならないようにこう伸ばしつつ貼っていきます。この真ん中の部分ですね、ここには仕方がないですが、このようなシワができてしまいます。この状態で切り取った時に実際に貼って若干小さくなるようなそんな感じはしますが、一体どうなるんでしょうか。また検証していきたいと思います。そして普通のカーラッピングのシートとは違ってプロテクションフィルム、これ分厚いようです。段ボールの上でさっと切れるのかなと思いきや、もう表面のマスキングテープと、そしてこの 3M と書いてある保護のね台紙までしか切れていませんでした。なので結構強く切る必要があるんですけども、段ボールとかこういう僕みたいにね湾曲したものの上で切ると、それが切り口がね綺麗なラインにならないので、後ほどしっかりとした台を下にあてがって切り取りました。このような感じでヘッドライトの形取れました。このプリカットですと、もうこの PPF ギリギリまで一番端っこに寄せて型が取れますので、節約にはなりますよね。カットをしない状態でヘッドライトにあてがった場合、多少ね余裕を持って貼り付けなければいけないので、その分無駄になってしまいますが、その時に比べれば効率よくフィルム自体を使うことができると思います。はい、裏返しにしてちゃんと切れてるか見てみましたが、やはり分厚いフィルムちゃんと切れていませんでした。ところでこのように持ち手の部分をつけてみることにしました。そうすれば台紙から剥がした時にそこをね持てば指紋とかつきにくいのかなと思います。でもこの持ち手の部分、後ほどヘッドライトの上に施工した後切り取らなければいけないので、これが吉と出るか凶と出るかやってみないとわからないですね。こんな感じで100均で買ったまな板、それを下にあてがって切り取りました。 PPF のプリカットを作ることができました。いや、これするだけでも結構神経使いましたが、初めてなので反対側を切るときにはもう慣れてささっといくと思いますが、今回はねこれでお腹いっぱいになりました。何はともあれ勉強しないでやっていたとすると、おそらくプリカットをせずに直接貼ってから切るという方法をとっていたと思います。このプリカット作戦がうまくいくことを期待しながら、向こう 2,3 日でプロテクションフィルムヘッドライトに取り付けていきたいと思います。ちょっと時間がかかっていますが、お付き合いいただきありがとうございます。それでは次回の PPF 施工動画お楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。